皆様おはようございます。休日お出かけバスのフリーエリア全線環状旅3日目を始めていきます。3日目は2日目の旅の続きとして、ここ西船橋駅からスタートしていきます。よろしくお願いします。ちなみに3日目開始時点の攻略状況はご覧の通りとなっています。未乗の区間もだいぶ少なくなってきました。2日目の旅が終了した段階で全区間完乗した JR 線は合計17路線。JR 線以外の対象路線は全路線完乗しています。一部攻略済みの路線は東北新幹線、武蔵野線、京葉線、青梅線、東海道本線、東北本線、八高線の7路線。全区間未乗の路線は上越新幹線、川越線、五日市線、相模線、高崎線の5路線となっています。果たして3日目で全線完乗することができるのか、こうご期待ください。なお、本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さて、これまでのおさらいが完了したら早速改札を通過しましょう。3枚目の休日お出かけバスを投入します。西船橋駅は千葉県一の利用者数を誇る駅ですが、5時台だと人がほとんどいません。ちなみに西船橋駅には JR と東京メトロ、東洋高速鉄道の中間改札があります。同一平面上に線路が並行して並んでいるからこその設備ですね。改札を2回通らなくて済むのは助かる。今日のトップバッターは高架ホームから発車する電車です。高架ホームには9から12の発着番線が振られています。階段を上りましょう。3日目に最初に攻略するのは京葉線。西船橋駅から東京方面へ発車する今日最初の電車です。西船橋駅を5時45分に発車する普通電車の東京行き。東京行きはたとえ初電列車といえど乗車しようとする人がたくさんいます。さすが東京。これが東京の光景。東京駅を発車。3日目の旅スタートです。まずは線路が二手に分かれます。今走行している区間は京葉線の中でも支線に相当する区間で、この支線を介して京葉線と武蔵野線の線路がつながっています。武蔵野線は貨物列車が多数走行するため、方向転換せずに各地へ運転できるように配線が工夫されています。さあ、進行方向左手より京葉線の本線が近づいてきました。そして上り本線と合流。直後に江戸川を横断します。市川塩浜ご乗車ありがとうございます。西船橋駅からわずか1駅で下車してしまいました。京葉線は本線部分をすでに1日目に完乗しているので当然ではありますが、ここまで連れてきてくれてありがとうございました。さて、階段を下りましょう。京葉線はほぼ全駅が高架駅です。高架下が存在します。階段を上りましょう。まもなく1番線に各駅停車蘇我行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は10両です。次は二俣新町に停まります。この電車は西船橋新松戸方面には参りません。さあ、電車がやってきました。1日目以来の京葉線の普通電車。市川塩浜駅の発車時刻は5時56分です。列車に乗車。市川塩浜駅を発車します。市川塩浜駅を発車すると
すぐに眼前に大きなトラス橋。再び江戸川を横断します。江戸川を横断したら支線と分岐。今度はそのまま本線を走行します。支線とはもちろん立体交差。二俣新町駅に到着。京葉線から分岐する2つの支線は設備上は当駅からの分岐扱いとなっています。二俣新町駅を発車すると今度は西船橋駅からの2本目の支線と合流します。特急若潮からも見た光景。今回は早朝。京葉線はほとんど広角間なので景色がいいのが個人的に好きです。電車は南船橋駅に到着。南船橋駅で降りると思いました？降りません。どうせ一駅先まで進んでも同じ電車に乗車できますから、リスキーな選択ではありますけどね。次は新習志野です。列車から下車。乗り換え時間に余裕があるのでお世話になった列車をお見送り。ありがとうございました。さて、新習志野駅の駅名標を記念撮影。階段を下ります。新習志野駅は3面4線の駅。ホームに上がる階段が他の駅より多いです。新習志野駅の乗り換え時間は12分。まだ目的の列車が発車案内表示器に表示されていません。しかし発車番線が分かっているので、さっさとエスカレーターを上ります。目的の列車は向かって左側の電車。一見普通の武蔵野線列車に見えますが、普通の列車とは少し異なります。さあ、こちらの列車は武蔵野線で運行される列車の中で運行頻度がかなり低い列車となっています。普通下総号大宮行き、3日目のメインディッシュの列車1本目となります。新習志野駅の発車時刻は6時19分です。発車時刻となりました。新習志野駅を発車。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は武蔵野線下総号大宮行きです。次は南船橋です。さて、南船橋駅を過ぎてしばらくするとトライアングル型に形成された路線の分岐部に到達します。ここを下総号は支線側に分岐。京葉線の下り本線をオーバーパスし本線と分かれます。そして先ほど乗り潰した東京方面の支線もオーバーパス。まもなく西船橋お出口は右側です。東武線各駅停車地下鉄東西線東葉高速鉄道線はお乗り換えです。線路が4本並びました。外側2線が蘇我方面につながる線路、内側2線が東京方面につながる線路です。西船橋駅に戻ってきました。西船橋駅に到着。これで京葉線を支線本線両方とも全区間完乗しました。残り未乗の路線は11路線です。列車は西船橋駅から JR 武蔵野線に直通します。西船橋駅からの区間はまだ未乗の区間です。西船橋駅を発車。列車は千葉県内を北上します。次は新松戸です。列車は新松戸駅に到着。常磐線に乗り換え可能ですが、常磐線はすでに乗り潰し済みです。乗り換えません。新松戸駅を発車。
発車後に2本線路をオーバーパスします。この2本の線路は南流山駅の手前で再び合流。こちらは武蔵野線と常磐線を直通する列車が走行する北小金支線と馬橋支線です。武蔵野線は貨物列車の迂回路線として建設されましたから、貨物列車が多数走行する常磐線と接続する線路が当然存在します。つくばエクスプレスに乗り換え可能な南流山駅に到着。支線と接続する駅のため、本線の列車と対比するための対比線がホームを挟んで中央に敷設されています。南流山駅を過ぎたら江戸川を横断、千葉県から埼玉県に突入します。三郷駅を発車すると直後に上下本線が一時的に離れます。この一時的に離れるのにはかつて存在した武蔵野操車場が関係しています。武蔵野操車場は日本最大級の操車場でしたが、使用開始からわずか12年で機能停止。操車場廃止後は上り線を移設させた上で新駅を設置し、駅周辺の再開発が行われました。操車場跡地を過ぎると中川を横断します。越谷市内に入ると線路が右手に分岐。分岐した線路は越谷貨物ターミナルにつながっています。埼玉県内の貨物輸送の他に、京成電鉄の新車搬入もこの貨物ターミナルから陸送で行われています。列車は東浦和駅に到着。当駅で埼玉高速鉄道線に乗り換えできます。そして E257 系5500台に遭遇しました。次は南浦和です。南浦和駅に到着。当駅で京浜東北線に乗り換え可能です。京浜東北線の方は当駅止まりの列車が多数設定されるダイヤ編成上の拠点駅ですが、武蔵野線の方はただの棒線駅です。南浦和駅の駅名標を記念撮影。京浜東北線が所属する東北本線はすでに乗り潰しているので乗り換えません。この電車は武蔵野線下佐郷大宮行きです。次は武蔵浦和です。さあ、列車はようやく武蔵浦和駅まで来ました。2日目に2回訪れた武蔵浦和駅。すでに当駅より西側の本線部分は全区間乗り潰し済みです。ちょうど武蔵野線より上を走行する埼京線の列車が見えました。高架同士の立体交差、胸厚。ご乗車ありがとうございます。当駅で旅客が多数下車していきます。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。武蔵浦和駅では下車せず乗り続けます。ここからが普通下総号の本番。武蔵浦和駅を発車直後に分岐器を分岐側に通過します。さて、列車は武蔵野線の本線から分岐して支線の方に入線します。この支線は西浦和支線という名称が付けられています。武蔵野線の上下本線と立体交差、さらに大宮支線の上下本線とも立体交差します。そして別所信号場で大宮支線の大宮方面の線路と合流。この武蔵浦和駅から別所信号場までのわずかな区間が西浦和支線です。東北本線や高崎線を走行する貨物列車が武蔵野線の武蔵浦和伊東へ方向転換せずに直通運転できるようにするのが当路線の役割となります。さらにこの西浦和支線の乗り潰しをもって武蔵野線の定期旅客列車が走行する区間を全区間完乗しました。残り未乗の路線は10路線となります。列車は別所信号場を通過後もノンストップで大宮駅まで運転されます。トンネルを突破したら東北本線と合流します。大宮操車場構内で渡り線を介して左隣の線路に転線。これで武蔵野線終了。3日間かけてようやく全区間完乗しました。厄介な路線でしたね。
さあ、ここからは東北貨物線を走行します。巨大な鉄道高架橋が見えてきました。上層が東北新幹線、下層が埼京線です。列車は大宮駅の手前でシーサスクロッシングを分岐側に通過。埼玉県はもちろん北日本のジャンクションとも言うべき駅、大宮駅に到着です。下総号は大宮駅が終点なので当然ここで下車。お世話になった列車を記念撮影。乗ってきた列車はそのまま車庫まで回送されます。ここまで連れてきてくれてありがとうございました。おはようございます。今度の11番線の列車は7時30分発高崎線直通普通高崎行きです。まもなく11番線に高崎線直通普通高崎行きが参ります。さあ、武蔵野線攻略完了後は高崎線を攻略します。大宮駅を7時30分に発車する湘南新宿ライン快速の高崎行きです。列車に乗車。朝都心から離れる方向の列車に乗車するので車内が空いています。11番線の高崎線ドアが閉まります。ご注意ください。発車時刻となり扉が閉まります。大宮駅を発車。高崎線の攻略開始です。この電車は高崎線普通電車高崎行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は宮原です。高崎線は東北本線とは左手方向に分岐します。東北本線とは異なり、少しの間新幹線と並行します。進行方向左手に見えるのは JR 東日本の大宮総合車両所です。 JR 貨物の大宮車両所も併設されています。しばらく進むと JR 東日本が経営する鉄道博物館の脇を通過します。すでに引退した車両も展示されており、鉄道ファンにとってはたまらない施設となっています。そして東北新幹線、上越新幹線と立体交差、 JR 川越線ともお別れします。さて、ここでベースフードのパンとクッキーを食べてエネルギーを補給します。メープル味のパンは1袋あたり2切れ入っています。持ち運びができ衛生的かつ味も美味しいのでおすすめ。これを食べながら高崎線の乗りつぶしを進めと言いたいのですが、そうはいきませんでした。はい、ここでサムネイルのある文言を回収させていただきます。今回の動画のサムネイルの右下にトラブルあり、閲覧注意とあったのに気づいたでしょうか。そうです。ここでトラブルに巻き込まれます。何が起こったのかというと、こういうことです。何が起こったのかはこの映像でお察しください。こういうのが苦手という方は、本動画の概要欄やコメント欄のスキップ用のタイムスタンプを掲載させていただいておりますので、スキップをよろしくお願いします。当該編成でぶち当たったのは人生初です。これはまさかすぎる展開。ちなみにどこで食らったのかというと、大宮駅より2駅北の上尾駅です。先頭車両に乗っていましたが、窓から見える足元の案内は12号車の案内。所定の位置に停車していないことがわかります。これによりすぐに扉を開けたくても開けられません。車内に閉じ込められます。ご案内いたします。現在この列車、一部ホームにかかっておりますため、ホームにかかっている場所、一部ドアを開け、上尾駅のホームに、
車掌がご案内いたします。これより車掌が、ホームかかっている部分に向かいます。進行方向左手側の窓から覗くと、上尾市の特別救助隊が来ているのが見えました。この列車の事故のために来たのでしょうね。お疲れ様です。さあ、事故発生から25分、ようやく列車から降りられるようです。ブルーシートが見えますね。先頭車両のガラスは衝撃により割れています。この状態では営業運転はできませんし、そもそも車両を動かすこと自体できないでしょう。スカートは思いのほか綺麗ですね。割れた窓ガラスはしばらくして亀裂が広がらないようシートが貼り付けられました。起こったことはもう仕方ないとして、これからどうするかということですね。上下線ともに営業列車が止まっていますから、身動きが取れません。念のため最後尾を確認すると、列車は踏切を完全に通過しているようです。踏切の遮断機が上がり、車やバイクが通行できているのが見えます。これを踏まえると、事故に遭った当該編成を動かさなくても、下り本線から上尾駅の中線に進路を開くことはできそうですね。これはもしかしたら運転再開が早いかもしれません。下手にバスで上尾市をうろうろするより、運転再開を待った方が良さそうです。先に安全が確認された上り列車から運転再開されました。車内がかなり混雑しています。さあ、上り列車の運転再開から15分後、上尾駅の2番線に下り列車がやってきました。下り列車におきましては2番線より運転を行う予定でございます。下り列車につきましては2番線到着の列車におきまして運転を行う予定でございます。ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。上り列車には乗らず、下り列車に乗車。乗降が完了しましたが、すぐに発車とはならず、運行指令とやり取りが行われています。進路はすでに開通済み。あとは運行の許可が出るだけですね。2番線に来た列車から自己編成を撮影。こうやって見ると編成が中途半端なところに止まっているのがよくわかります。さあ、ようやく代わりの列車が発車するようです。列車の扉が閉まります。上尾駅を発車。当初予定よりも1時間以上遅れて上尾駅発車です。しかもこの列車は籠原行き。休日お出かけパスのフリーエリア区間は神保原駅までなので、途中の駅までしか行きません。列車は北上尾駅に到着。この時点で8時49分です。次は熊谷です。さあ、進行方向右側に高い高架橋が見えてきました。上越新幹線です。熊谷駅の場内信号は分岐側に注意現示。3番線に入線しました。なんとこの列車は予定を変更して熊谷止まり。ここで折り返し上り列車になるとのことです。列車から下車。乗ってきた電車は折り返し平塚行きとなるようです。まだ高崎線は全線環状とはなっていません。どうしよう。現在9時20分。次の電車は籠原行きで高崎駅まで行きません。その次の電車が高崎行きですが、まだ鴻巣駅にいるようです。これ以上ダイヤ乱れで旅程が遅れたら、3日目のうちに全線環状できないかもしれない。熊谷駅からアドリブで航路を組んでいきます。ということで新幹線ホームにやってきました。高崎線の攻略ができないので、先に上越新幹線を攻略します。熊谷駅を9時29分に発車するトキ309号新潟行きに乗車します。列車に乗車、扉が閉まります。ドアが閉まります。熊谷駅を発車、上越新幹線を北へ進みます。まもなく本庄早稲田です。本庄早稲田の次は高崎に停まります。
列車は本庄早稲田駅に到着。当駅が休日お出かけパスで乗車できる上越新幹線の北限になります。ドアが開きます。列車から下車。エスカレーターを下りましょう。改札を通過します。改札機に2枚切符を投入して出てくるのは1枚だけ。北口に向かいます。こちらが本庄早稲田駅。新幹線の駅なので駅前ロータリーがしっかり整備されています。そして次に乗車するのはこちら。埼玉県本庄市が運行するコミュニティバスハニポンシャトルです。本庄早稲田駅北口と本庄駅南口を結んでいます。次のバスは9時50分。あと10分でやってきます。さあ、バスに乗車しました。利用者が少ないのでワゴン車が使われています。本庄早稲田駅を帝国通りに発車。本庄駅南口へつながる広い道路を走ります。そして10分ほどで本庄駅に到着しました。階段を上ります。本来の予定では階段を下るはずだったのですが、仕方ない。駅構内にはそこそこ人がいます。改札通過。次の電車は10時29分発。現在10時10分なので、まだ20分近く電車が来ないようです。とりあえず階段を下りましょう。階段を降りたらちょうどよく貨物列車が来ました。この貨物列車もおそらく遅れて運転しているでしょうね。列車がやってきました。本庄駅を10時29分に発車する快速の高崎行きです。おおむね帝国通りにやってきました。車内がかなり混雑しています。本庄駅を発車。さあ、本庄駅から一駅で神保原駅に到着です。高崎線の休日お出かけバスフリーエリア区間は神保原駅が北限なので、ここで下車。列車のお見送りをします。さあ、折り返し上り方向の列車に乗り換えましょう。神保原駅は比較的のどかな雰囲気です。高架橋を渡って一番ホームに来ました。帝国で上り列車が到着。神保原駅を10時42分に発車する普通電車の熱海行きです。列車に乗車、扉が閉まります。神保原駅を発車。神保原駅の滞在時間は10分でした。電車は本庄駅に到着。駅名標を記念撮影。ここからがこの電車で乗り潰す区間となります。本庄駅を何事もなく発車。高崎線ののどかな景色が続きます。次は鴨原です。この列車は当駅で後ろ5両増結いたします。作業を行いますので発車までしばらくお待ちください。はい、ということで籠原駅で後ろ5両を連結し15両編成になります。高崎線は神保原駅より北側の各駅のホームの長さが15両に満たないため、車庫がある籠原駅で増解決作業が行われます。何度も停車して慎重に近づきます。ここまで近づいたらいよいよ連結開始。連結完了。発車時刻になったら扉が閉まります。籠原駅を発車。ここからは15両編成で運転します。熊谷駅に
到着。これでようやく高崎線の休日お出かけバスフリーエリア区間を全区間完乗しました。まさか攻略に3時間以上かかるとは思わなかった。残り未乗の路線はあと9路線です。エスカレーターを登りましょう。今日2回目の熊谷駅訪問。中間改札に切符を2枚投入。当然向かうは東京方面の列車が発着する11、12番線ホーム。エスカレーターをさらに登ります。ホームに上がったら通過列車がやってきました。やはり上越新幹線は通過速度が遅いですね。新潟方面も金沢方面もそこまで速達性を求められないので、当たり前といえばそうなのですが、さあダイヤ通り熊谷駅到着から12分で熊谷駅停車の東京行き新幹線がやってきました。熊谷駅を11時22分に発車する谷川408号です。列車に乗車。そこそこの混雑率です。列車の追い越し待ちはないので即座に扉が閉まります。ドアが閉まります。熊谷駅を発車。上越新幹線の残り1区間を乗り潰します。さてここでようやく一息つけるのでベースフードのパンとクッキーをいただきましょう。この列車から降りたらまた忙しくなりますからね。時速270キロで走る車内でいただきます。ちなみにプレーン味のパンはこんな見た目。クッキーは10円玉サイズ。さあ進行方向左手に東北新幹線の高架橋が見えてきました。上下2本の線路を両方ともまたぎます。まもなく大宮東北新幹線、京浜東北線、宇都宮線、埼京線、川越線、東武アーバスパークライン、ニューシャトルはお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。大宮の次は上野に停まります。大宮駅に到着。一番東側の13番線に入線します。大宮駅の駅名標を記念撮影。これで上越新幹線の休日お出かけバスフリーエリア区間を全区間完乗しました。残る未乗の路線はあと8路線です。谷川408号は大宮駅から東北新幹線に入線します。まだ大宮東京間は乗り潰していないのでこのまま乗り続けます。ドアが閉まります。大宮駅を発車。新幹線の高い高架橋から上野東京ラインの列車が見えます。そして眼前を支配するのは埼玉スーパーアリーナ。今日は何かイベントがあるようです。埼玉スーパーアリーナを過ぎると進行方向左手の方で埼京線の線路が浮上してきます。2日目に見た景色の逆バージョンですね。武蔵浦和駅の脇を通過。当駅より南の区間はまだ乗り潰していません。パンとクッキーを食べきりました。ごちそうさま。エネルギー補給完了です。赤羽駅の手前で上野東京ライン、湘南新宿ライン、京浜東北線と合流。埼京線と東北新幹線の線路と合わせて10本の線路が並びます。赤羽駅を過ぎると高架橋がかなり高くなります。景色が抜群にいいですね。まもなく上野です。山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄福田線、地下鉄日比谷線、京成線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。上野の次は終点東京です。はい、上野駅に到着です。駅名標を記念撮影。上野駅は新幹線の駅の中でも珍しい地下駅となっています。上野駅を発車。あと1区間。まもなく終点
東京駅に到着。これで東北新幹線の休日お出かけパスフリーエリア区間を全区間完乗しました。残る未乗の路線はあと7路線です。階段を降りましょう。中間改札を通過。当然出てくる切符は1枚だけ。さあ、ゴールデンウィークの東京駅は当然のごとく大混雑です。乗り換えするにも一苦労。7、8番線ホームに向かいます。上野東京ラインなら赤羽駅まで早いでしょう。階段を上ります。ってあれ、12時9分発の列車はなんで電光掲示板に表示されていないの？あ、人身事故の影響で運休になってるのか。なんてことだ。上野東京ラインが使えないとは想定外。別の経路で赤羽に行かないといけません。また混雑したコンコースを歩かされるとは。3の数字を確認。あってよかった京浜東北線。京浜東北線でも赤羽駅に行くことができます。それほど待たずに電車がやってきました。東京駅を12時6分に発車する京浜東北線快速の南浦和行きです。まさか3日目に京浜東北線にお世話になるとは思わなかった。京浜東北線に乗るんだったら1日目に田端日暮里間を乗り潰す必要はなかったですね。まあ予定外のことが起こったから仕方ないことではありますが、電車は東京駅を発車。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京浜東北線快速南浦和行きです。次は半田、お出口は右側です。中央線と地下鉄銀座線はお乗り換えです。次は赤羽、お出口は右側です。宇都宮線、高崎線と埼京線はお乗り換えです。赤羽駅の2番線に入線。京浜東北線にはホームドアが設置されています。赤羽駅に到着。乗り換えます。階段を降りましょう。赤羽駅から伸びる路線で未乗の路線が1路線だけ残っています。それが埼京線。赤羽武蔵浦和間が未乗です。武蔵浦和方面の列車は8番線から発車します。階段を上りましょう。先に来たのは大宮行きの普通電車。この電車には乗車しません。E233 系ってかっこいいですよね。新しいもの好きの私にはたまらない列車なのですが、共感してくれる人いるでしょうか。しかし103系が好きという人もいるでしょう。好きは人それぞれ。さあ、この快速川越行きが乗る予定の電車です。電車に乗車。扉が閉まります。赤羽駅を12時48分に発車。埼京線は定刻運転しています。この電車は埼京線快速川越行きです。停車駅は戸田公園、武蔵浦和と武蔵浦和からの各駅です。次は戸田公園です。埼京線には快速列車が運転されています。ご覧の通り駅を通過します。走行中に左側から E5 系の追い抜き。ミニ新幹線とは並結せず単独運転のようです。そして荒川を横断。東京都から一旦離れます。戸田公園駅を過ぎてしばらくすると武蔵浦和駅に到着します。今回の旅で4回目の武蔵浦和駅。武蔵野線に乗り換え可能な埼京線の中核駅であり、赤羽大宮間の途中駅で唯一電車の折り返しが可能です。電車は下り本線の6番線に入線します。武蔵浦和駅に到着。これで東北本線の休日お出かけパスフリーエリア区間を支線本線両方全区間完乗しました。残る未乗の路線はあと6路線です。
武蔵浦和駅から伸びる路線は全路線乗り潰したので、このまま乗り続けます。列車の扉が閉まります。武蔵浦和駅を発車。次の攻略路線が伸びる駅までこの電車で移動します。次は大宮。お出口は左側です。新幹線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ライン、東武アーバンパークラインと入社時はお乗り換えです。大宮駅に無事到着。この列車は大宮駅から川越線に入線します。埼京線は大宮駅で終わりです。大宮駅を発車。川越線の攻略開始です。大宮駅を発車したらしばらく進んで地上に復帰します。鉄道博物館の脇を通過。右隣に見えるのは高崎線です。大宮駅を出てしばらくの間、川越線と高崎線は並行しています。ちなみに埼京線は当初高崎線と相互直通運転する予定でした。しかし埼京線を運行するために必要な車両基地の建設が反対運動によって埼京線や高崎線の沿線で行えず、代案として当時用地買収が容易だった川越線沿線に車両基地が建設されました。車両基地が川越線沿線に建設されることになったことで、川越線の電化も決定。これらの事情により川越線と埼京線の相互直通運転が実現しました。まもなく日清。お出口は左側です。電車は日清駅に到着。川越線は大宮日清間のみ複線で、当駅より西側は全区間単線です。そのためご覧の通り途中の駅では列車同士の行き違いがあります。重量編成同士の行き違いが頻繁にあるのが川越線の特徴。指扇駅を発車すると大宮市街地を抜けて荒川を横断します。荒川を横断すると両サイドとも畑しかない区間に突入。その開けた土地で線路が多数分岐していきます。進行方向左側に見えるのが埼京線建設時に新設された車両基地、川越車両センターです。埼京線だけでなく川越線や八高線で運行される電車も管理されています。まもなく南空屋。お出口は左側です。そして車両基地に接続している駅がこの南古谷駅です。車庫への入出庫に対応するためか2面3線構造になっています。13時30分の発車です。発車まで少々お待ちください。昼間は西大宮駅だけでなく南古谷駅でも行き違いを行います。進路開通。南古谷駅を発車。次は終点川越です。川越駅の手前では進行方向右側で2本の線路と合流します。こちらは東武東上線です。川越駅は2面3線構造。真ん中の1線は両側とも扉を開くことができます。列車は3番線に入線。列車から下車。快速電車は川越止まりなので乗り換える必要があります。次は2番線に停車しているこちらの電車に乗車します。川越駅を13時37分に発車する普通電車の八王子行きです。列車に乗車。駅名標を記念撮影。乗り換え時間が3分しかありませんので、すぐに扉が閉まります。川越駅を発車。4両編成の短い電車で川越線の攻略を継続します。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は川越線小川方面八高線直通八王子行きです。この電車はワンマン
線です。川越駅を発車したらすぐに西武新宿線をまたぎます。そして東武東上線ともお別れ。列車は入間川を横断。向こうに見える高架橋は東武東上線の高架橋です。さあ、場内信号が注意現時です。ということは列車同士の行き違いがあるということですね。的場駅に無事到着。半自動ドアなので扉は開きません。反対方向から列車がやってきました。比較的空いていますね。休日の昼間なので人が少ないのも仕方ないですが、進路開通。ドアランプ消灯。的場駅を発車。乗り換え駅まであと少し。的場駅を発車してすぐに関越自動車道の下をアンダーパスします。次は駒川です。駒川駅の手前、進行方向右側で線路が1本合流します。こちらは八高線です。駒川駅に13時58分定刻で到着。ここで下車します。これで川越線を全線完乗しました。残り未乗の路線はあと5路線です。そして駒川駅で一旦改札の外に出てきました。なぜ改札外に出てきたのかというと、乗り換え時間が1時間以上あるから。次に駒川駅から八高線の寄居高崎方面に発車する列車は小川町行き。八高線の休日お出かけパスフリーエリア区間の北限である寄居駅まで行かないため、この列車に乗っても全区間乗り潰しはできません。あと30分早く到着していれば高崎行きの列車に乗れたのですが、こればかりは仕方ないですね。待ちましょう。ちなみに駒川駅では橋上駅舎に改築する工事が行われています。この橋上駅舎が完成すると、現在の西口だけでなく東口も整備され、駅へのアクセスがしやすくなります。さて、1時間以上待ってようやく小川町駅より先に行く列車がやってきました。駒川駅の発車時刻は15時45分です。バッチリ高崎行きであることを確認。この列車なら寄居駅まで行けますね。さあ、出発信号が進行現時になりました。進路開通です。列車の扉が閉まります。駒川駅を発車。八高線の本格攻略開始です。2番線からは八高線方面にしか線路がつながっていません。進行方向右側に見える川越線とはお別れ。さて、八高線は駒川駅より北側は非電化となっています。埼玉県で唯一の非電化区間です。列車は間もなく越生駅。越生駅といえば東武越生線ですね。進行方向右側の方から合流してきます。ちなみに東武線の方は電化しています。越生駅に到着。乗り換えません。越生駅の次は明覚駅。ここで対向列車との行き違いを行います。対向列車が到着したらすぐに進路が開通します。明覚駅を発車。明覚駅の次は小川町駅。小川町駅手前で東武東上線とオーバークロスします。八高線の非電化区間は東武線と接続する駅が多いです。ちょうどよく東武鉄道の電車と遭遇しました。小川町駅に到着。駅名標を記念撮影。対向列車との行き違いはないのですぐに扉が閉まります。小川町駅を発車。まだまだ北へ進みます。さあ、小川町駅からはさらに山の中へと進んでいきます。この辺りは軽く山越えとなりますが、トンネルはありません。車窓もかなりローカル線じみていますね。さあ、駒川駅から45分で高崎駅に到着です。寄居駅の手前で列車は再び荒川を横断。次に秩父鉄道と立体交差します。場内信号は注意現時。秩父鉄道には貨物列車が運行されているため、
寄居駅で貨物列車の姿を見ることができます。列車は寄居駅に到着。列車から下車。ここが八高線のフリーエリア区間の北限です。寄居駅の駅名標を記念撮影。ここまで来るのに大変だった。寄居駅では対向列車との行き違いがあります。そのためすぐに高崎行きの列車は発車しません。寄居駅で行き違いがあるということは、すぐに反対方向に折り返すことができるということですね。対向列車がやってきました。寄居駅を16時33分に発車する普通列車の駒川行きです。駒川駅を発車。来た道を戻ります。さらば寄居駅。さて、車内はかなり混雑しています。ローカル線でこれだけ混雑しているとは驚きですね。座れるように列車を増発してほしいですが、厳しいでしょうか。途中の駅ではコスト削減のために線路を剥がした箇所があります。駅の前後にある小さな S 字カーブは、昔そこに分岐器があった名残ですね。竹沢駅を発車。いつも全面展望ばかり撮影していますが、後面展望も風情があって良いですね。首都圏の JR 線をフリーで乗車可能な休日お出かけバスですが、このようなローカル線チックな景色も楽しむことができます。さあ、進行方向左側で線路が1本近づいてきました。川越線です。川越線と合流したら駒川駅に到着です。八高線の非電化区間の往復が完了しました。さあ、列車から下車します。この列車は駒川駅止まりです。ホーム上はめちゃくちゃ混雑しています。東京からかなり離れているのに、この混雑はすごい。お世話になったキハ110系を記念撮影。ありがとうございました。さて、八王子方面の電車が来るまで時間があります。留置線には八高川越線で使用されている4両編成の電車が留置されています。駒川駅の橋上駅舎を建設するにあたり、一部の留置線が撤去されましたが、夜間留置のために2本のみ留置線が残されました。しばらくして八王子方面から川越行きの電車が入線。1番線に停車するようです。そして3番線には八王子方面の電車が到着。この電車の八高線の残りの未乗区間を乗り潰します。駒川駅を17時32分に発車する普通電車の八王子行きです。列車に乗車。車内はそこそこ人が乗っています。駒川駅を発車。電化区間の攻略を再開します。この電車は八高線東飯能箱根ヶ崎拝島方面八王子行きです。この電車はワンマン運転です。次は東飯能です。この電車のドアはボタン式です。乗り降りの際はドア横のボタンを押してください。ドアを閉める際には周りのお客様にご注意ください。さて、しばらく進んで東飯能駅です。当駅で西武池袋線に乗り換えできます。他路線に乗り換えできる駅なので乗り降りする人は多いです。対向列車との行き違いはなく、東飯能駅を発車。西武池袋線と一時的にお別れ。しかし再び西武池袋線と交差します。西武池袋線は東飯能駅で接続した部分は利用者の少ないローカル区間で、2回目交差した部分は池袋駅への直通列車が多数運行される利用者の多い区間となります。東飯能駅の次は金子駅。場内信号は注意現示。ということは、ここで列車同士の行き違いがあるということですね。金子駅は相対式2面2線の駅です。金子駅に到着してしばらくしたら対向の列車も金子駅に到着。進路開通。
金子駅を発車。次は箱根ヶ崎です。箱根ヶ崎駅から東京都に入ります。当駅には将来多摩モノレールが乗り入れる予定となっています。次は拝島です。拝島駅では線路が複雑に分岐します。そのため場内信号も5つ立っています。列車は旅客が乗り降りする発着線としては一番東の5番線に入線します。拝島駅に無事到着。駅名標を記念撮影。これで八高線の休日お出かけパスフリーエリア区間を全区間完乗しました。残り未乗の路線はあと4路線です。さて拝島駅には未乗の路線が2路線伸びています。先に1番線へと思ったらタイミング悪く電車が発車してしまった。乗り換え時間が3分しかないのに悠長なことしてました。諦めて別の路線を先に乗り潰した方が良さそうですね。疲れすぎていて頭が回っていません。あと少しなのでしっかりしないと。さあ先に青梅線の攻略を行います。乗り換え時間6分で電車が来てくれました。拝島駅を18時5分に発車する青梅特快の青梅行きです。列車に乗車。扉が閉まります。拝島駅を発車。青梅線の本格攻略開始です。八高線とは一旦お別れ。拝島駅を出て郊外へ進むごとに利用者が減っていきます。列車は東青梅駅に到着。当駅は中央本線及び青梅線のグリーン車サービス開始に伴い12両化工事が行われました。撮影日の2023年5月の段階ではまだ一面2線の構造ですが、ホームを延長するために今走行している線路が撤去されました。この映像は線路切り替え前の貴重な光景となります。もうこの光景を見ることは叶いません。そして東青梅駅から一駅で青梅駅に到着です。この列車はこの駅が終点となります。列車から下車。青梅駅より先の区間に行くには別の列車に乗り換える必要があります。青梅駅もグリーン車サービス開始に伴い12両化工事が行われました。撮影時はホームの床面が仮設になっています。さあ奥多摩方面から短い4両編成がやってきました。当駅で折り返し普通電車の奥多摩行きになります。青梅駅の発車時刻は18時37分です。車内はめちゃくちゃ混雑しています。奥多摩の人気の高さゆえということでしょうか。列車に乗車。車内から青梅駅の駅名標を撮影。かなり凝った駅名標になっています。青梅駅から先の区間は青梅線の中でも特に利用者の少ない区間となっています。ローカル線としての様相が強いため、JR 東日本では同区間に東京アドベンチャーラインという愛称をつけています。座席のモケットもその路線名にふさわしい自然いっぱいの柄になっています。青梅駅を発車。東京アドベンチャーラインの乗りつぶし開始です。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は青梅線奥多摩行きです。この電車はワンマン運転です。次は宮の平。お出口は右側です。お降りの際はドア横のボタンを押してください。さてかなり暗くなってきました。本来であればもっと明るい時間に来る予定でした。自然豊かな景色を撮影できないのは少し残念。二俣尾駅に到着。駅名標を記念撮影。ここで列車同士の行き違いを行います。対向列車は6分遅れでした。こちらの列車も発車が遅れます。辺りが暗いです。完全に夜になってしまいました。次は終
終点奥多摩です。列車は青梅駅から37分で奥多摩駅です。ここで青梅線は終点。先の線路が行き止まりになっています。奥多摩駅に到着。駅名標を記念撮影。これで青梅線を全線完乗しました。残り未乗の路線はあと3路線です。さて、奥多摩駅に到着したら折り返して来た道を戻ります。ご覧の通り、線路の先に車止めの立て看板があり、この先に列車が進むことはできません。折り返しの電車は奥多摩駅を19時27分に発車する普通電車の青梅行きです。列車に乗車、発車時刻になったら扉が閉まります。奥多摩駅を発車。奥多摩駅の滞在時間は13分でした。次は明るい時に行きたいですね。次は終点青梅。お出口は左側です。青梅線拝島立川方面はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。お降りの際はドア横のボタンを押してください。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようお気をつけください。青梅駅に到着。列車から下車。ホーム反対側の電車に乗車します。奥多摩駅からの電車が少し遅れていたので、すぐに扉が閉まります。青梅駅を発車。さらに青梅線を戻っていきます。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は中央線直通快速東京行きです。停車駅は吉祥寺までの各駅と荻窪、中野、新宿、四谷、お茶の水、神田、東京です。次は拝島。お出口は右側です。拝島駅に到着。この旅で3回目の訪問。乗り換え時間に余裕があるので列車のお見送りをします。東京駅までまだまだありますが、どうか無事に行ってらっしゃい。さて次は五日市線を攻略します。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。1番線に停車中の電車は20時36分発各駅停車武蔵五日市行きです。発車までしばらくお待ちください。乗り降りの際にはボタンを押してください。ドアが開きました。拝島始発の電車なので座席の争奪戦が行われます。発車時刻になったら扉が閉まります。拝島駅を発車。五日市線の乗りつぶし開始です。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は五日市線武蔵五日市行きです。暗くて分かりづらいですが、五日市線は単線の路線です。東京からだいぶ離れていますが、東京方面への通勤路線として機能しており、朝ラッシュの利用者は多いです。次は武蔵益子。お出口は左側です。武蔵益子駅で対向列車との行き違い。対向の列車は6両編成です。武蔵益子駅を出ると次は終点の武蔵五日市駅。末端まで乗り続ける人はさすがに少ないです。武蔵五日市駅に到着。終点は高架駅になっています。1996年に高架化されました。乗り降りの際にはボタンを押してください。ドアを閉める際はここまで連れてきてくれた列車を記念撮影。これで五日市線を全線完乗しました。残り未乗の路線はあと2路線です。さて折り返し時間の間に駅名標を記念撮影します。拝島駅への折り返し電車は往路と同じ電車。
発車時刻は21時3分です。武蔵五日市駅を発車。さらば武蔵五日市駅、拝島駅に戻ります。さて、ここでお夕飯をいただきます。おにぎり3つ。車内に人が少ないうちに全部食べてしまいましょう。はい、拝島駅到着前に完食。ごちそうさまでした。次は終点拝島。お出口は右側です。乗り降りの際にはボタンを押してください。 JR 東ドアをご利用。拝島駅に到着。五日市線の往復完了。階段を上ります。さて、拝島駅から伸びる路線はすべて全線完乗しました。残り2つの未乗路線は拝島駅から少し離れています。21時34分発の八王子行きに乗車しましょう。5番線からの発車です。電車がやってきました。最後の八高線乗車。発車時刻になったら扉が閉まります。拝島駅を発車。さらば拝島駅。ようやく拝島駅から脱出できました。列車は北八王子駅まで到達。場内信号が停止現時です。北八王子駅に入線できません。出発信号機は進行現時で開通しているのに、なぜでしょうか。進路開通。どうやら駅に両方向から同時入線できないようになっているようです。なかなか面倒な仕様になっています。次は終点八王子です。さあ、電車は八王子駅に到着。八高線の電車は一番北側の1番線に入線します。乗ってきた電車は当駅で終点なので当然乗り換えます。さあ、4回目の八王子駅は深夜の訪問。次は横浜線に乗り換えます。乗り換え時間は10分なので焦らずに。次の電車は5番線から発車します。ホームに到着。目の前の電車は八王子駅を21時56分に発車する普通電車の東神奈川行きです。扉が閉まります。八王子駅を発車。このまま何事もなくゴールまで行きたい。さて、2回目の横浜線。八王子駅から10分ほどで下車駅となります。橋本駅に到着。階段を上ります。橋本駅は乗り入れ路線が多いので利用者が多いです。次の電車は4、5番線から発車します。エスカレーターを下りましょう。次に乗車するのは相模線。まだ電車が来ていないので乗り遅れることはありません。電車がやってきました。暗闇を貫く一筋の光。相模線に直接申請投入された E131 系に乗車します。最近新しい電車に置き換えられて静粛性、居住性が向上。さらにワンマン運転が可能な設備が備えられています。橋本駅の発車時刻は22時19分です。ドアが閉まります。ご注意ください。橋本駅を発車。相模線の攻略開始です。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は相模線茅ヶ崎行きワンマンカーです。次は南橋本です。さあ、深夜の相模線を突き進みます。車窓から見える明かりは少なめ。相模線は全区間単線の路線です。行き違い設備を備えていない駅では駅設備が一面一線と最小限となっています。列車は橋本駅から少し進んで原田今駅に到着。ここで対向列車との行き違い。最新列車なので静かに入線してきます。進路開通。扉が閉まります。原田今駅を発車。
まだまだ相模線は長いです。次は海老名です。私鉄の駅のイメージが強い海老名駅。実際当駅には小田急線と相鉄線が乗り入れていますが、 JR 相模線も乗り入れます。海老名駅でも対向列車との行き違い。こちらの列車が到着してからすぐ来ました。そして後から来た対向列車が先に発車します。海老名駅を発車。次はクラン。お出口は右側です。お降りの際は電車が止まってからドア横のボタンを押してください。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。倉見駅の手前の場内信号は注意現時。倉見駅でも列車同士の行き違いがあるようです。倉見駅に到着。当駅の近くに圏央道が通っています。また東海道新幹線も近くを通っています。今新幹線が1本通過していきました。ちなみに当駅には東海道新幹線の新駅を設置する構想があります。リニア中央新幹線開通後を想定しているとのことで、開業はまだまだ先の話です。また新幹線開業に付随して相鉄泉野線が当駅まで延伸する構想もあります。遠い将来は重要な交通拠点になっているかもしれません。さあ対向列車がやってきました。対向列車も乗客は少なめです。発車時刻となったら扉が閉まります。倉見駅を発車。次は終点茅ヶ崎です。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。さあ茅ヶ崎駅に到着です。2番線に入線します。深夜でもホーム上で待つ人が多いのはさすが首都圏といったところ。茅ヶ崎駅に到着。これで相模線を全線完乗しました。残る未乗路線はあと1路線だけです。その最後の1路線はもう言わずとも分かりますよね。5、6番線に向かいます。ホームに降りたらすぐに電車がやってきました。久方ぶりの東海道本線。そしてこれが最後の乗車です。茅ヶ崎駅を23時18分に発車する普通電車の沼津行きです。この電車は沼津行き最終電車です。電車に乗車、扉が閉まります。茅ヶ崎駅を発車、東海道本線の最後の未乗区間を乗り潰します。次は平塚です。茅ヶ崎駅の次は平塚駅です。当駅で折り返す普通電車が多数存在します。その影響か、当駅伊東では乗車人員が非常に多いのに対し、当駅伊勢では乗車人員が少なくなっています。また当駅には留置線が何本か整備されています。しかし長さが15両に満たない留置線が何本かある都合で、当駅で東京側の5両の増改決が行われる場合があります。この列車も当駅で東京側の5両を切り離します。で、その分割作業については撮影をしていません。もう深夜だからそこまで頭が回らんかった。発車時刻となり扉が閉まります。平塚駅を発車。分割が正常にできたかを確認するため慎重に発車します。さて平塚駅を出たらあとは小田原駅に行くだけ。少し早いですがここで今回の旅の総評をさせていただきます。まずは結論から。休日お出かけバスのフリーエリア区間は3日あれば全区間完乗することが可能です。本動画では3日でギリギリの内容となっていますが、その理由はもちろんあの高崎線での人身事故の影響によるものです。本来は休日お出かけバスのフリーエリア区間は
2日では全線勘定できないが、3日なら比較的余裕を持って全線勘定できるボリュームです。どうせ2日目で全線勘定できないならと思い、アクアラインからの海を見るという観光目的で羽田空港から木更津までバスで移動しました。結果的にバス代1250円を払っていい絵が撮れたと思います。いい景色だった。ちなみに本動画では対象区間を最速で全区間勘定することは目的としていません。あまたある旅行プランのうちの一つを紹介し、それによって全区間勘定するのにどれくらい時間がかかるかボリューム感をつかんでいただくことを目的としています。 JR 東日本が管轄している路線は休日お出かけパスのフリーエリア区間だけでも3日はかかります。これから休日お出かけパスのフリーエリア区間を全線勘定しようとお考えの方は、必ずしも3日ではなく4日や5日かけても全然いいと思います。どういう旅程を組むかはその人の自由ですからね。ということで、休日お出かけパス全線勘定旅の総評は以上。さあ、列車は酒川川を横断。まもなく小田原、お出口は右側です。小田原駅には3番線に入線します。東海道新幹線のほか、小田急線、箱根登山鉄道線、伊豆箱根鉄道大雄山線に乗り換え可能です。小田原駅に無事到着しました。これで東海道本線を支線本線両方とも全線勘定しました。当初の予定より2時間半ほど遅れましたが、これにて休日お出かけパスのフリーエリア区間を全線勘定しました。やったぜー。もう疲れているし、スマホの容量もわずかとなっていますので、駅名標を記念撮影しながらお別れとなります。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、X などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。またチャレンジ旅のリクエストも受け付けております。こんな旅をしてほしいというものがありましたら、コメント欄にてぜひご提案ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。